こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。今回は明日より3泊5日の海外旅行に出かけるので、そのパッキングと私流の荷物を減らすコツをご紹介します。私は旅先で思いっきり活動的に楽しむためにも、できるだけ荷物を減らして身軽で旅することを心がけています。とはいえ、日本とは勝手が違う慣れない国での旅、もしもに備えて準備しておいた方がいいものも多いです。そんな備えとミニマルのバランスが取れた工夫がたくさん詰まった海外旅行のパッキングになっていますので、これから旅行を予定されている方の参考になれば幸いです。今年の旅行はあえて機内持ち込みサイズのスーツケースにしてみました。動画後半には旅先での Vlog もお届けしますので、ぜひぜひそちらも楽しんでいただけたら嬉しいです。それではスタートです。明日から友人とシンガポールに3泊5日の旅行に行ってきますので、早速そのパッキングを紹介していきたいと思います。で、実は会社を辞めてからやりたかったことの一つが海外旅行に行くことだったのですが、偶然旅行が立て続いてしまいまして、先週はマレーシアにも旅行していたんですよね。で、今回はそのマレーシア旅行でのあったらよかったもの、なくてもよかったものの反省も踏まえて準備した、もう完璧と思える海外旅行のパッキングになっています。まずはバッグから紹介していきます。手持ち荷物はユニクロのラウンドミニショルダーバッグです。こちらの中身は後ほど紹介します。そして大きなバッグは今回スーツケースにしました。で、スーツケースのサイズは機内持ち込み可能な小さめのサイズになってます。昨年の海外旅行では手持ちバッグで出かけたのですが、最小限の荷物にしたとはいえ決して軽くない大きな荷物を空港でもずっと抱えたままなのがむしろ疲れてしまったんですよね。さらに液体物の機内持ち込みも制限されているので、現地のビールやフェイスマスクといった定番のお土産を選べなかったのが少し残念でした。なので今回は空港で身軽になるためにも、そして土産の自由度を上げるためにも、あえてスーツケースで旅行することにしました。で、後日談ですが、今回の旅ではスーツケースにして大正解でした。空港からまっすぐホテルへ移動し、日中には大きな荷物を持って観光することがない計画だったので、両手を開けられるスーツケースの方がむしろ楽ちんでした。空港では荷物も預けられて、お土産もたくさん買って帰ることもでき、今回のように移動が少ない場合はスーツケースでの旅行っていいなぁと感じました。ミニマリストならバッグ一つで旅行なんていうイメージがあったのですが、今回自分の中のそんな固定概念を壊すことができました。では中身を見ていきましょう。バンドで留める側には衣服、そして反対側にはその他のコスメポーチなんかを入れています。ポケットには予備のティッシュなんかを入れています。荷物が少ないのでもうスペースが余りまくってます。それではまず衣服からご紹介します。服は圧縮ケースに入れることでコンパクトに収納しています。使用しているケースは無印良品のポリエステル仕分けケース圧縮タイプの S サイズと M サイズです。こちら側に通常のポケットとメッシュになっているポケットの2つのポケットがあって、仕分けて入れることができます。このように持ち幅もすごくしっかりあって、たっぷり服を収納できますし、さらにファスナーでこの持ち幅を縮めることができて、服を超コンパクトに収納することができちゃいます。旅行の荷物の中で一番かさばってしまうのが服だと思うので、身軽に旅行したい私には欠かせない一押しアイテムです。小さいケースのこちら側には全日分のインナー、反対側にはいつもの少し派手な寝巻きを入れています。海外のホテルは大抵寒いので寝巻きは長ズボンにしています。で、インナーはカップ付きインナーにすることでかなりインナーもコンパクトに収まっています。こちらにもうインナーと寝巻きが全部入っているので、シャワーをする際には着替えとしてこちらを一つ持っていけば OK なのが本当に楽ちんです。で、この袋には脱いだ服を入れるための袋も入れています。こちらの袋2つはダイソーの旅する洗濯ネットというアイテムで、このまま洗濯機に入れて洗濯することもできます。大小2つセットなども使いやすくてお気に入りのポイントです。
これもメッシュで伸縮性があるので、圧縮袋のように服をぴっちり収納できてコンパクトにしまい込むことができます。で、大きいサイズの袋には2日目、3日目、4日目のお洋服が全て入ってます。これまでは2泊3日分のお洋服を持っていて、それ以上は洗濯で回すっていうのが私のミニマルなパッキングの戦略だったんですが、今回は足りない1日分だけのお洋服のためにホテルで洗濯するのはちょっと面倒だし時間ももったいないなと思ったので、ホテルでの洗濯はなしで行くことに決めました。なので全ての服が入っています。ちょっと以前よりは服の量は増えてはしまったんですが、この圧縮ケースでコンパクトに収められています。他にも服をコンパクトにするコツがあるので、今回の旅行コーデをお見せしながら紹介していきたいと思います。まずは1日目。この日は朝早い便で7時間ものフライトでの移動なので楽ちんで、そして寒さ対策バッチリなコーディネートがポイントです。ボトムスは冷え対策にしっかり長ズボンです。自由のタックワイドパンツでおしゃれだけど着心地は楽ちんにしています。上着にはシアージャケットを羽織って冷房対策もバッチリです。暑くて邪魔な時は腰に結べちゃうのもこのジャケットの推しポイントです。暑さにも寒さにも対応できるコーデになってます。靴は楽ちんなスニーカーで最終日まで毎日この靴で過ごします。続いて2日目です。この日は母のお下がりのワンピースを主役にバカンス気分でいっぱいのコーデです。このワンピースは実は母が20代の頃に友人との旅行に着るために買ったワンピースだったそうで、もう30年、下手したら40年もののお洋服です。でもまだまだ綺麗なので、これからもぜひ着続けたいなと思っています。そしてもうすこぶる寒さに弱い私は毎日冷房対策が必須ということで、この日もシアーシャツを羽織ります。こちらを羽織るとお下がりの古いワンピースが今に合うおしゃれなワンピースに生まれ変わる気がして、もう大好きなコーディネートです。続いて3日目。この日はユニバーサルスタジオで遊んで、夜は綺麗な夜景が見えるバーに行こうという、もうやりたいことをわがままに詰め込んだ一日なので、がっつり動けるけれど綺麗めな場でも馴染む、そんな欲張りコーデです。ワンピースは GU で昨年買ったものです。そしてこの日も冷房対策の長袖は欠かせません。こちらはシードレスという私のお気に入りのスイムウェアブランドで買ったもので、実はラッシュガードなんです。普段着にも使えるおしゃれなデザインがお気に入りです。暑い時はこんな風にたすき掛けにして結んでも可愛いですよね。最後に4日目、5日目のコーデです。丸1日遊んだ後、夜は機内泊、翌朝日本に着くという長い長いスケジュールです。この日も寒さ対策と楽ちんさを突き詰めたコーディネートになっています。ボトムスは初日と同じ GU のタックワイドパンツです。初日はほとんどの時間を飛行機内で過ごしていて、汗もそんなにはかいていないと思うので、洗濯せず、ハンガーラックにしっかりかけて干してまた着ようと考えています。こうやって長ズボンは着回す一方で、長袖の羽織りは荷物はかさばってしまいますが、毎日変えてます。以前の旅行までは長袖は2着程度だけ持って行って、旅行中ずっとその2着を着回していたのですが、やっぱり上半身って汗をかきやすいので、どうしても匂いが気になってしまったんですよね。なので羽織物は私は毎日変えるようにしています。ということで以上が私の3泊4日のコーディネートでした。荷物を軽くするポイントは、まず持っていく服はなるべくワンピースにすることです。荷物がコンパクトになりますし、もうバケーション感も出るので、旅行ってやっぱりワンピースが着たくなります。そして靴も履いていくスニーカー以外には何も持っていけません。以前までは夏の旅行はサンダルをわざわざ持って行っていたのですが、やっぱりサンダルって足が疲れやすいんですよね。海外旅行は体力勝負。せっかくの旅行をより元気で過ごすために動きやすいスニーカーを履いていきます。飛行機の寒さ対策にもなりますよね。またアクセサリーはどの日のコーデにも合う1セットだけをつけていきます。以前はコーデに合わせていくつもアクセサリーを持って行っていたのですが、物の管理が苦手な私は旅行をするたびにアクセサリーをなくしちゃったりしてたんですよね。アクセサリーは1セットだけ持っていくことで身軽になるのはもちろん、大切なアクセサリーをなくしてしまうリスクも軽減することができています。スーツケース半分に衣服が収まってまだまだ余裕もあります。続いて反対側に入れているアイテムも紹介します。まずはポーチです。この小さいポーチにメイク道具と洗面用具の全てが詰まっています。使
使っているポーチは無印良品のポリエステル吊るして使える着脱ポーチ付きケースです。ホテルではこんな風に引っ掛けて使えるので出し入れがとっても楽で、手先でもまるでお家の洗面所のように快適に過ごせちゃう超便利アイテムです。ポケットは3つあって、一番上にはワンデーのコンタクトレンズを入れています。真ん中の取り外せる収納にはコスメを入れています。で、一番下にはその他の洗面用具を入れています。コスメと洗面用具を少なくするポイントは、まず一つはできるだけコンパクトなケースに入れて持ち運ぶ。で、もう一つがアイテムを兼用させる。この2つです。スキンケアはいつも使っている化粧水と乳液を無印良品の小さいボトルに詰め替えて持っていってます。私、化粧水はかなりバシャバシャとたっぷり使うんですが、5日間これでも全然足りるサイズです。で、あと基本的にコスメはいつものものを持っていっていて、ベースメイクはオンジョン用のベース、そしてファンデーションはマキアージュのファンデーションですね。これボトルもちっちゃいですし、プラスチックケースで軽いので持ち運びにすごくおすすめです。で、前髪を留めるにはこのカーラーを持っていってますね。で、ちょうどボトルと同じサイズなので、こうやってかぶせて持ち運んでます。で、私のミニマルなコスメを実現してくれるなくてはならないアイテムがこちらのマルチパレットです。こちらはミルクタッチの同音シャドウパレットというもので、こちら一つあればアイシャドウはもちろん、こちらでアイブロウもできちゃいますし、チークもこのパレットのものを使ってます。ハイライトやシェーディングもできちゃうので本当に万能なパレットです。で、あとはいつものアイライナーとマスカラ、ペンシル、コンシーラーで、いつもと変わらない一軍のコスメです。もうこれだけでメイクが完成しちゃうミニマルなコスメになってます。あと小物としては、ファンデを伸ばす用のスポンジだったり、あとはマルチパレットにはブラシがついていないので、このブラシも持っていきます。で、ジップロックで蓋をして筆先が潰れないように持っていってます。で、あとはビューラーと、あと手鏡とアルコールフリーのウェットティッシュですね。これで手についたファンデとかを拭き取るのに使っています。拭き取りながらメイクをしてるので、ボトルとかコスメのケースにファンデとかでベタベタに汚れることもなくなって、すごく綺麗にコスメを維持できるようになってます。これも旅行でも変わらず持っていきます。以上がコスメの紹介です。で、続いては洗面用具ですね。できるだけホテルにあるものを使って、これだけはというアイテムだけ自分で持っていくようにしています。まずはヘアブラシですね。これはどこかのホテルに宿泊した時にもらったものをずっと使ってます。で、あとはメイク落とし兼洗顔ですね。こちらは私の上半期買ってよかったものでもご紹介したアクナルのクレンジングオイルで、これ1本でメイク落とし兼洗顔になっているので、旅行もとってもコンパクトです。このクレンジングはダイソーで購入したお弁当などに使うタレ瓶に詰め替えて持っていきます。これで全然5日分は余裕で持ちますね。で、あとちょっとメイクが落ちなかった時用のためにポイントのメイク落としも一応持ってってます。あと基本的にシャンプーとリンス、ボディーソープは部屋に備え付けのものを使う予定なんですが、たまにもうとっても髪に合わないホテルに当たってしまうことがあって、で本当に髪の毛がギシギシになってしまうことがあるので、そんな時のためにいつも使っているヘアトリートメントだけ一応持っていくようにしています。このトリートメントさえ使えば髪の毛がすごくサラサラになるので、もしもの時のため用に必ず持って行ってます。で、あとはヘアバームですね。いつもは瓶から直接取っているのですが、旅行では無印良品のクリームケースに入れて持っていきます。シリコンゴムと、あとアクセサリーを収納しておくためのケースも入れておきます。洗面用具はもうこれだけです。コスメや洗面用具ってなかなかかさばってしまうんですが、小さなボトルに詰め替えたりいろいろ兼用させることで、こんなに小さく、そして軽く収まってます。で、その他のアイテムを入れているのがこちらのポーチで、中には歯ブラシと機内に持っていく用のメイク落としと、あと電気小物を入れていますね。この中にはポータブル充電器を入れています。飛行機の際は手荷物として持っていきます。
であとは高速充電器と、あと変換プラグですね。ちょっと今回はどの国でも使えるマルチプラグではなくて単独のプラグを用意してみました。こっちの方がコンパクトで荷物は軽くなりますね。昔はその他にヘアアイロンも持って行っていましたが、重たいですし、せっかくの旅の時間をヘアセットで取られてしまうのももったいないなと思い持っていかないことにしました。どうせ暑さでセットした髪もすぐ崩れてしまいますしね。なので私は旅行では簡単にヘアゴムで髪を結んで完成です。暑い国でもアップスタイルで涼しく過ごしています。で飛行機内持ち込み用のカバンも入れています。カバンはケユカの広がる街トートです。こちらは上半期買ってよかったもの第1位としても紹介したおしゃれなサブバッグです。でこのカバンにはメディキュットを入れています。7時間っていう長時間のフライトになるんですけれども、これを履くと履かないとではもう全然疲れ方が違います。エコノミー症候群の対策にもなるので絶対に持っていくようにしています。フライトに乗るときはあとは歯ブラシとかメイク落とし、あとモバイルバッテリーなんかを入れていく予定です。大きな荷物はもうこれだけです。なのでお土産とかもたっぷり入るスペースができています。手荷物バッグも紹介します。バッグはユニクロのラウンドミニショルダーバッグです。見た目はこんなにコンパクトで身軽なバッグなんですが、持ち幅がしっかりあるので意外とたくさん入っちゃうんですよね。やっぱり手荷物は軽くは痛いけど、知らない土地で衛生環境だったりなかなか日本とは勝手が違う状況なので、ちゃんと備えもできている荷物にすることを心がけています。で中身を紹介しますと、まずハンカチ、そして欠かせないのがウォーターボトルですね。こちらも上半期買ってよかったものでご紹介したキントのウォーターボトルです。もう海外旅行にはね絶対ウォーターボトル持っていくようにしています。っていうのも飲み物を買う回数を圧倒的に減らせるんですよね。例えば空港も手荷物検査を終えたところに給水する場所があるので水を入れられますし、ホテルにあるミネラルウォーターを補充して外出先に持ってったりと、ウォーターボトルがあるとなかなか節約になります。あとは折りたたみ傘ですね。ちょっと南国は結構スコールが多いと聞いてるので、折りたたみ傘は必須です。この傘はコンビニで買ったアイテムなんですが、すごく軽いしコンパクトなので本当に重宝してます。であとはパスポートですね。パスポートはカバンの紐につないで絶対になくさないようにしています。あとスマホショルダーもカバンにつないでおいて、このように絶対にスマホをなくさないようにつなげておく、もしくは体に斜めにかけるようにしています。私本当におっちょこちょいで、もう管理が行き届かないタイプで、実は過去にトランジットをする際にもスマホをなくしてしまったことがあったんですよね。多分飛行機に置いてきてしまったんだと思うんですが、降りてからすぐ気づいて乗務員さんに問い合わせたんですが、もう残ってなくて多分誰かに取られてしまったんですよね。ただでさえおっちょこちょいですし、海外だからこそきっと日本のように戻っては来ないので、なくしたくないものは必ずこう紐につなげて持ち運ぶようにしています。であとはポーチを入れています。ポーチは無印良品で最近買った小さめのポーチで、これに必要な荷物を入れることでバッグの中がすっきり、そしてすごくコンパクトになります。外側のポケットにはまず日焼け止めですね。無印良品の日焼け止めジェルを持っていきます。これがすごく良くてですね、 SPF50 プラスでしっかり日焼け止めもしてくれるんですけど、石鹸持ちもしてくれて、で何よりいいのがこのサイズなんですよね。 30ml というちょっと少なめな容量のおかげでかなりコンパクトでちっちゃいんですよね。日焼け止めってかさばるし、夏に使い切れないこともあったりするので、もうこのサイズ感はめちゃめちゃおすすめです。であと外側のポケットには薬とか絆創膏を入れてますね。でこれはせいろがんですね。私海外ですぐお腹痛くなってしまうので、このジップロックに入れて持っていってます。あとこっちには絆創膏と頭痛薬と酔い止めを入れてます。
で、私フライトの時には必ず酔い止めを飲むようにしていて、おすすめの酔い止めがこのアネロンっていう酔い止めですね。酔い止めって普通短時間4時間とかで切れてしまうことも多いんですが、これ1回飲むと丸1日効くので、長時間のフライトに本当に助かってます。で、メインのケースにはいつものお財布ですね。アブラサスの小さい財布で、海外でも変わらずいつものちっちゃい財布を持っていきます。で、あとは100均で購入しているエコーバッグですね。突然荷物が増えた時もこれで安心です。で、あとは100均で買った汗拭きシートで、あとは除菌タイプのウェットティッシュです。海外では衛生的に不安な場所とかも結構あるので、手や机などを拭いたりするようにしてます。で、これダイソーで買えるアルコールティッシュなのですが、10枚入りで薄くてコンパクトなので荷物もかさばらずに済みます。予備のものはスーツケースにも入ってます。で、あと虫除けシートですね。これは無印良品で購入しました。蚊に刺されてデング熱とかの可能性もあるので、虫除け対策はしっかりしようと思って、かといって虫除けスプレーってすごいかさばるし、買っては何年も使い切れず結局処分するっていうことが多かったので、虫除けシートは、ね、かなりおすすめです。で、あとは水に流せるポケットティッシュですね。海外行くたびに思うのは、日本のトイレが綺麗すぎるっていうことなんですよね。海外のトイレってティッシュが水に流せなくてダストボックスに入れなきゃいけなかったり、時々もうティッシュすら置いてないトイレがあったりするので、ポケットティッシュ必須だなって思いました。で、ゴミ箱もないトイレがあったりするので、そういう時のためにもう最悪水で流しても大丈夫なように水で流せるタイプのポケットティッシュを必ず入れておくようにしています。もうマレーシアでも本当にこの水で流せるポケットティッシュが活躍してくれたので、シンガポールは世界的に見てかなり綺麗な場所と言われてますが、一応持っていくようにしてます。予備用にこのポケットティッシュも何個かスーツケースに入れています。で、あとはリップですね。リップはオペラのリップティントを使ってます。ティントで塗り直さなくてもいいっていうところも気に入ってますし、何より本当にスリムでちっちゃいんですよね。バッグの中でかさばらなくて本当にありがたいです。あとはコンタクトレンズが乾いた時用に目薬も入れておいてます。おしゃぶり昆布も持っていきます。で、私これ海外にも暑い時期では必ず持っていくようにしていて、これで熱中症対策として塩分も摂取できますし、梅のクエン酸のおかげでもう夏バテ対策にもなりますし、海外の料理で口が合わなかった時に昆布のお出汁で日本の味を感じて癒されるっていう3つもメリットがあるアイテムです。私の海外旅行にはもう欠かせないアイテムなので、これもバッグの中に入れておきます。先週の旅行の経験からもうこれ1袋じゃ5日全然持たなかったので、今回は2袋持っていきます。1つはスーツケースの中に入れておこうと思います。で、日本から帰った時の完全申告のために最近はウェブで申請ができるようになったので、ペンはもう持ち歩かなくなりました。で、あとカバンにはクリップをつけていまして、帽子が邪魔になった時とかに挟んでおけるようにしています。私はもうこのバッグだけで観光していきます。もうめちゃめちゃ軽いです。以上が私なりに試行錯誤を重ねて行き着いた3泊5日のミニマルな海外旅行のパッキングでした。お金も時間もかけていくせっかくの海外旅行なので、安全と健康に気をつけながら思いっきり楽しんでいきたいと思います。それではこの後、先週に行ったマレーシアとこれから行くシンガポールの Vlog をお届けしたいと思いますので、よろしければぜひこちらも見てってください。それでは行ってきます。今回はマレーシア、そしてシンガポール旅行で特に行ってよかった場所、食べてよかった食べ物を厳選してご紹介します。まずはマレーシア。行ってよかった場所はモスクです。マレーシアの国教はイスラム教ということで、至る所にモスクという信者の方が集まる礼拝堂があり、どれも本当に美しくて感動しました。まずはブルーモスク。世界で4番目に大きいモスクと言われていて、その壮大さに圧倒されました。青色と白色で美しく、とっても神秘的でした。
こちらは実は2025年内は一部修繕工事中ということで引きでの撮影ができなかったんですが、修繕が終わればこんな景色が見れるみたいです。ぜひまた行ってみたいなと思います。こちらは水辺にそびえるピンクモスク。サーモンピンクカラーがとっても可愛かったです。内装もキュートで素敵でした。そしてこちらはマラッカ海峡モスク。海の上に浮かぶとにかく美しいモスクでした。続いて国立モスク。こちらは打って変わってとっても近代的なデザインでした。モスク中を水が巡っていて、これもまた美しかったです。モスクはどれも美しく、そして居心地のいい空間で、イスラム教信者の方もきっとつい行きたくなるようにできているなと感じました。バトゥー洞窟という洞窟も驚きでした。こちらはヒンドゥー教の聖地と言われる場所で、入り口では金ピカピンに輝く神様の像がお出迎え、そして洞窟まではカラフルな272段もの階段を上ります。イスラム教とはまた違う色とりどりで華やかな装飾がとっても面白かったです。洞窟は4億年前にできたと言われる鍾乳洞で、とっても神秘的でした。自然と人間との想像力の融合にとっても感動しました。光り輝くツインタワーもとっても美しかったです。ツインタワーが望めるバーでちょっと一杯したのも忘れられない思い出です。こんな洒落たことを日本ではなかなかやらないですが、せっかくなら経験してみようと思えるのも海外旅行ならではですよね。食べ物も美味しいものばかりでした。特にテラスでいただいたスチームボートというお鍋はとっても美味しかったですし、雰囲気もすごく良かったです。そして人生で初めて5つ星ホテルにも宿泊しました。首都のクアラルンプールは世界で最も安く5つ星ホテルに泊まれる場所の一つとも言われていまして、今回1泊1万円以下という驚きの価格で宿泊してきました。お部屋が広々綺麗だったのはもちろん、特に朝食ビュッフェが最高でしたね。いろんなマレーシアの料理や世界の料理を楽しめて、毎朝本当に楽しかったです。あまりこれまでマレーシアって馴染みがなくて正直よく知らない国だったのですが、行ってみたらとっても素敵な国で、人も優しくてもう大好きになりました。続いては名探偵コナンの舞台にもなったシンガポールです。コナンが大好きな友人のリクエストで行くことになりました。まずは有名なマーライオンにご挨拶。世界三大がっかりなんて言われますが、本物をついに見れた感動もあり、想像以上の迫力もあって、私は大満足でした。コナン君の映画で大変なことになったあのマリーナベイサンズもマーライオンのお向かいにありました。シンガポールでは特に食事を楽しみました。ホーカーセンターという屋台料理屋が集まったフードコートで、いろんなローカルフードをお安く楽しめました。シンガポールといえばこれなチキンライスだったり、骨付き豚肉を集めたドライパクテーはもう美味しすぎてご飯が止まりませんでした。ホッケンミーというエビ焼きそばも超美味しかったです。この杏仁豆腐のような豆乳スイーツもとってもお気に入りでした。そしてシンガポールで行ってよかった場所はやっぱりあのマリーナベイサンズです。展望台に登ってきたんですが、景色にとっても感動しました。世界有数のハブ港というだけあり、停泊する船の数も驚きでした。展望台にはお酒やフードも売っていて、私たちはシンガポールの代表的なビールタイガーとシンガポールスリングというシンガポール生まれのカクテルを買って過ごしました。展望台には夕方に行ったので、刻々と日が沈み、美しい夜景に変わっていく様子をお酒を片手にたっぷり楽しめて、本当に最高の時間でした。ちなみに展望台の事前予約は必須です。その後マリーナベイサンズを一望できるクラフトビールが飲めるバーにも行ってきました。入店時残念ながらテラス席は満席だったんですが、移動させてもらえないかリクエストしてみました。そしたらしばらくしてスタッフのお姉さんが笑顔でこちらの席に来て、ガールズ行くよってテラス席に案内してくれて、もうその瞬間は一番テンションが上がりました。テラス席から見るマリーナベイサンズとシンガポールの夜景、本当に美しくて忘れられない光景になりました。他にもユニバーサルスタジオや夜の動物園を歩くナイトサファリに行ったり、カヤトーストというシンガポールの定番朝食をいろんな店舗で食べ比べしたり、手を汚しながら一生懸命チリクラブを食べたり、がっつり遊んでたくさん食べてシンガポールを思いっきり楽しんできました。ということで以上が私の旅行 Vlog でした。
退職したら絶対に行きたいと思っていた海外旅行。今回短い期間に2カ国も旅行しましたが、旅費は貯工を切り崩して工面したので、正直なところ海外旅行は今の私の身の丈には合わない贅沢です。ですが、そんなお金的にはちょっと厳しい中でも旅行に行けて本当に良かったと思っています。目に映る景色、口にする食べ物、出会う人々、全てが新鮮で、きっとこの先も思い出として残る本当に楽しい時間でした。経験ってやっぱり人生を豊かにしてくれる素敵なお金の使い道だなと改めて感じました。そして私が海外旅行に行きたいと常々思っている一番の理由は、常識がぶっ壊されるからです。日本での当たり前が海外では全く当たり前ではないことって本当にたくさんあって、あ、私って勝手に常識にとらわれてたんだなと気づけるんですよね。海外旅行に行くほどに当たり前がどんどん壊されて、人に対しても環境に対しても優しくおおらかになれている気がします。そしてやっぱり日本って最高だなと心の底から感じました。トイレも綺麗でご飯も美味しくって、本当に住みやすくとっても恵まれた国です。改めて今の当たり前の環境に感謝したいなと思いました。ということで、気持ちをまた新たに日本での変わらないでも恵まれた暮らしを思いっきり楽しんでいこうと思います。それではご視聴ありがとうございました。